はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップルの最新情報や SEC 関連の情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方からですね、情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。まずですね、ウィリアム・マイケル・カニンガムは、彼の個人の資格において、公共の利益を支持するためのアミカスブリーフを提出する許可を要求しますということで、またジェームズさんね、共有の方をしてくれました。アミカスブリーフっていうのは第三者からのね、意見書のことを指します。で、内容の方ですね、こちらドロップボックスの方ですね、リンク載せておきますので、今回の動画の概要欄の方でね、僕の元記事のブログのリンク載せておきますので、そちらクリックしていただいて、ドロップボックスですね、クリックしていただきますと内容の方を見ることができます。で、そちらのね、ツイートの続きなんですが、2022年11月15日付、非当事者の経済学者ウィリアム・ M・ カニンガムからアナリア・トーレス裁判官ですね、宛ての手紙ということで、私は上記の訴訟等においてアミカスブリーフを提出する許可を裁判所に求めるため自発的な立場で書きますということで、ウィリアム・マイケルということでね、で、カニンガムは本事件におけるアミカスキュリエの準備書面を提出する許可を得るための申し立てを行うにあたり、本覚書を提出すると。で、彼の知識と経験は法廷に客観的で独特なリサーチと意見を提供するために重要な位置を占めているということですね。ジェームズさんのね、ツイートのされてます。で、経済学者からのね、意見になりますので、まあ、リップル社擁護するとか SEC 擁護するっていうわけではなくて、また新しい視野の方でね、言及の方をされて、それについて検討されていくって流れになります。で、続いて、これに対してですね、ムーンファミリー、セダンさん、これは YouTuber の方ですね、ツイートの方されてて、ちょっと独特な感じですが、リップル訴訟で、提出されたアミカスブリーフの17回目の申請と、ちょっと遅かったですねと。また、XRP についての言及はゼロで、リップル社について触れられていませんと。今日はもう少し後で読みますと。で、あと、ジェレミー・ホーガンさんですね、YouTuber 兼、弁護士の方ですね。これは興味深いアミカスブリーフですと。厳密には5日遅れ、で彼はマクロ経済の議論を法廷に持ち込みたいのですが、これを個人でやろうとしていますと。たとえ判事が許可したとしてもうまくいくとはあまり思えないと。で、この方もインフルエンサーの方ですね。ELS のアンバサダーのムーンチェイサーさんって方は、この方はね、逆にですね、そのツイートで、ユーザーがね、ツイートされている中で、金融庁の回し物かって、遅刻と暗号に関する知識のなさだけで拒否されるはずだっていうコメントしてる方がいて、それに対してですね、全く逆だと。彼は暗号の肯定派に見えるし、それを規制する上での SEC の限界を見ていると。で、自国の政治的重要性と米国の国家安全保障の問題として、XRPや暗号一般に、関連する米ドルの支配力について彼が何を言うのか、読むのが楽しみですと。で、国家安全保障っていうのは、国家の独立や平和的製造権などに対して、何らかの脅威が及ばないように手段を講じることで安全な状態を保障することであると。で、またその目的のための体制組織なども指す場合があって、主として他国からの防衛をその主眼とするものということですね。ちょっとね、知らない方もいるかと思いますので、一応ね、解説をさせていただいてきました。で、このムーンチェイさんのツイートに対してまたね、反論している方もいて、とは書いてないと。そして彼は暗号化の専門家には見えませんと。むしろビットコインの専門家ですと。彼の主張は、論拠が乏しく支離滅裂ですと。彼は文字通り、財務省に暗号を規制することを義務付けるよう裁判所に求めていますと。もちろん財務省にはその権限はありませんがということですね。反論している方もいて。で、そのね、今回の申し立てに書いてあるところがこちらのね、内容になります。結論の部分だけになりますが、結論と申し立て人は、このアミカスブリーフは、これらの問題に客観的で独立した視点をもたらすので望ましいと、主張すると。で、営利目的や政治的、組織的な関係に影響されず、公共の利益を直接に訴えることができると。で、現在のアミカスの大多数は、商業的利益追求的な利害を持っているので、訴訟当事者の利益追求のために、一般市民を、保護することができない可能性があると。ですなわち、この訴訟の結果は、米ドルが世界の基軸通貨として支配的であり続けることができるかどうかに影響を与える可能性があるということですね。記載の方されてます。で、僕の方でね、一応要約とまとめまして、一応ポイントとしては、今後提出される内容としては、今回はね、リップル社擁護とか SEC 社擁護っていうアミカスというよりは、個人がね、米ドルではなく仮想通貨がどのように経済に影響を与えていくかというね、展開が僕と個
個人的には予想されてます。で、あとは XRP が証券として判断されるかどうかね、今回この訴訟において、それが将来の法定通貨にも関与する可能性があるんではないかなとね、個人的には思っております。ですので、こういったね、また、ちょっと変わったね、また、申請の方がありました。で、実際はね、申し立て日までちょっと遅れちゃってるので、これが許可されるかどうかわからないんですけども、許可されたらまたその内容の方がね、どう、マクロ経済学が発展していくのかっていうね、ところも言及されるかと思いますので、またね、許可されましたら僕の方でね、また内容の方をまとめていきたいと思います。はい、続いてですね、またもう一社ですね、実際の準備書面、提出のありました、クリプティリアンペイメントシステムズですね、で、またドロップボックスリンク載せておきます。で、今回ね、ポイントとして、最初にね、お伝えさせていただければと思いますが、今回のこの、内容のポイントはですね、購入したアイテムを使用また消費する願望を持っているので、XRP は証券ではない。あとは、顧客が支払う手数料の XRP は消費であり投資ではない。あとは当社のカードを使用して商品を購入してもらうっていうビジョンは XRP の使用に関するリップル社のビジョンとは異なって、これは共通の企業ではないと。で、加盟店は当社のシステムを利用して顧客に商品を購入してもらうことで利益を得ているので、いかなる第三者からの利益も期待してはいないということでね、これであるから、証券ではないよっていう内容がですね、記載の方されてます。で、これが内容になります。主張、XRP は投資契約ではないため、被告の異議申し立ては認められるべきですと。クリプティリアンのカード保有者と加盟店は、毎日 XRP の非投資的利用の独自の例を何十件も実証していますと。各取引において、クリプティリアン社、商品またはサービスを購入するカード保有者、それらの商品またはサービスを販売する加盟店のいずれも、被告と共通の企業を構成せず、被告の努力に一切依存していませんと。で、証券取引法は適用されないということで、SEC は1934年証券取引所法によって証券取引業を管理する権限を与えられていますが、購入者が購入したアイテムを使用または消費したいという欲求によって動機づけられている場合は証券取引法は適用されないと述べていますと。で、従ってもし資産が購入したアイテムを使用または消費する願望を持って使用、消費またはその他の方法で保有されるための購入されたのであれば証券法は適用されない。クリプティリアン社とそのユーザーによる XRP の使用は被告による参加監視貢献とは無関係であり、商品やサービスの安全な取引方法として XRP を使用したいという願望によって行われているので XRP は商品として機能しており証券法の対象ではありませんと。で、米国最高裁によると証券法は投資契約が人が自分の資金を共通の事業に投資し宣伝者または第三者の努力のみから利益を期待させる契約取引または仕組みのことであると場合に適用されるとのことですと。この基準は現在このハウェイテストとして知られているが投資契約が存在するかどうかを判断するために用いられてて次の3つの要素で構成されていますと。共通の企業に資金を投資したかどうか他人の努力のみによる利益を期待しているのかどうかと。で、ハウェイテストの、として、クリプティリアンはその手数料の体系の一部として、プラットフォーム上の各取引に使用される暗号のわずかな部分を徴収していますと、手数料としてね。で、この、徴収は、サービスに対する手数料として、顧客の側での消費的な使用であるので、投資とは見なされないため、前日に基づき、証券法は適用されないと思われますと。で、この取引が投資でもないのにもかかわらず、ハウェイの基準の元でも、第2項と第3項はこの問題では明らかに不成立ですと。で、SEC は XRP の利用は被告の努力によるものであり、何らかの形で被告のコントロール元にあると主張していますが、単に共通の事業が存在しないだけですと。で、SEC は被告を知らず、被告と連絡を取ったこともなく、被告の計画やプロジェクトとは無関係の目的で、被告以外の関係者からの XRP を購入した XRP 購入者やユーザーを対象にすることはできませんと。これは二次販売のことを言ってますね。で、一般的な企業ではありませんということで、クリプティリアンは、カード所有者が商品やサービスの対価として、暗号を加盟店に容易に送金できるように独自のプラットフォームで送金時に金融機関を特に排除していますと。で、さらに当社は
は、複数のトークンタイプを許可していますが、相互交換はできないようです。ユーザーにとってシームレスな送金を可能にしていますと。さらに決済方法はあらゆる年齢層や技術レベルの人々が購入できる、使用できるように支払いカードの使用をしていますと。これは XRP の使用に関する被告のデザインとビジョンと共通企業ではありませんと。被告が当初及び現在計画している XRP というのは、古典的な銀行送金方法、特に国際送金やクロスボーダー送金の追加、更新、代替となるものです。だからクリプティリアンとはビジョンが違うと。で、各クリプティリアンでの取引をさらに詳しく調べても、被告がデザイナースニーカーと引き換えに、カード所有者がクリプティリアン経由で XRP トークンを加盟店に転送するという共通の企業を形成したというのは想像するのは不合理ですと。で、したがってハワイテストの2番目の要素である存在するは不適合とならざるを得ませんと。で、あと、リップル社の努力に利益の期待はないということで、クリプティリアン社は、そのプラットフォームで行われた各暗号取引のわずかな部分を、手数料として領収して利益を得ていますと。で、クリプティリアンの加盟店は、クリプティリアンのカード保有者に商品やサービスを、販売することで利益を得ていますと。で、カード保有者は、利益を全く規定していませんと。これら全ての例において、いかなる第三者の努力からも、そしてもちろん被告の努力からも利益を期待することはありませんと。で、クリプティリアンのカード保有者はクリプティリアンのプラットフォームを使用してクリプティリアンの加盟店に製品、商品、サービスの代金を支払うことを選択したに過ぎませんと。したがってハウェイの第3の原則も不成立であると。で、結論以上の理由により、当社は本法廷が被告の略式裁判の申し立てを承認することを謹んで要請しますということで、実際に準備書面の方ですね、提出のされました。という形でもうこれで、まだ出てきますかね。まだ提出してないところはあるかと思いますが、出てきたらね、また僕の方でまとめていきたいと思います。で、僕の方ですね、今、こちらのリップルの情報だったり、SEC 情報、フレアネットワークス関連、あとは DAPS 関係ですね、毎日情報の方、海外の方から精査してまとめておりますので、動画もできるだけ毎日ですね、配信できるように頑張っておりますので、よかったらまた次の動画も見ていただければと思います。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINEの登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら LINE の方からお問い合わせいただければ僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。